こんちは。お守りとゴール武器の探索パート18、始めてまいります。このシリーズもかなり久々ですね。前回から3ヶ月くらい空いちゃいましたか。ちょっとゴタゴタしててプレイできる状況じゃなくてね。でもようやく落ち着いてきたから久々に作れるぞ。さて、それじゃまずはお守り掘りからだな。最高率のディアサブタゲね。3ヶ月ぶりの撮影でもすぐに感覚を思い出せました。伊達にパート18までやってませんね。久々なんでさらっとやることをお伝えしておくと、砂漠夜で風化したお守りをひたすら掘ります。その後ディアブロスの背中をぶっ壊して帰還。これを繰り返していくぞ。同時にマカレンキンでも風オマを狙っている。シナト村で回せば常に状況が確認できるね。当たりが出ない場合は周回後にリセットしていますので、恐竜結晶はギリ枯渇を免れています。まあ、最近は動画用に毎度新しいクエを育ててるので、結晶が自動的に集まる状況にはなってるんですが。ギルクエを136まで育てるのはかなり大変なんだが、一応、一石二鳥の行為ではあるね。で、この周回、エリア4の段階で風化が10個集まったぞ。切り上げてディアに向かってる。ここまで上振れたのは初じゃないでしょうか。幸先はいいですね。ただしお守りは最大10個までしか持てないので、ちょっともったいなくはあります。全く出ないこともあるから、それよりかマシだけど、それなら毎回数個掘れ続ける方がいいかもね。じゃあディアブロス戦だね。と言っても、罠にはめて腹を切り刻むだけだが。腹を殴るとなぜか背が壊れますがツッコミはなしで、モンハンではよくあることです。これってどういう基準で決まってるんでしょうね。壊れる相手と壊れない相手がいます。ガノタトスとかでかい相手は壊れる傾向にあるかも。狙いづらさとか考慮されてんのかね。はい、じゃあ最初の鑑定いくよ。数が多いと見るのも楽しみだね。一周ごとにきちんとお楽しみがあるのが大きい。ワンチャン通撃6攻撃14が出る可能性ありますので。しかし今回は寒い結果となってしまいました。レア銃が2つだけですか。お守りはテーブル製だから当然同じものを何回か引く。あ、これ見たことあるなってのも増えてきたね。元気攻撃は印象に残りやすい気がするな。字面だけ見ると強そうだからかね。あと、スキルポイントが大きくなりやすいってのもありそう。数字が大きければそれだけで得した気になります。で、3周したらマカレンキンへ。ちなみに、1周目は風化がなかったのでカットしております。お守りの数はブレやすいがそこは仕方ない。大きい方にブレることもあるし。さっきも言ったが、シナト村だと自動的に結果が確認可能。これ地味にかなりストレス軽減になるよ。受け取りに労働を挟む必要もありませんしね。これもまた3周ごとのお楽しみです。いやしかしやはりお守り掘ってると落ち着きますね。久々の作業というのもありますけど。一応、生産装備禁止の企画で 4G 自体は触ってたけど、あっちは攻略だからな。やっぱり 4G なら発掘とお守り掘りたいよね。このシリーズは今後もチャンネルの軸にしていきたいし。このシリーズやってると新しいクエの開拓にもつながります。装備を当てたらそちらも更新できるし。チャンネル自体の投稿頻度も徐々に戻していく予定なので、気持ちを新たに頑張りましょう。そうだね、みなし生活ではそれぞれ色々あるだろうが、ゴール武器は逃げないからな。これで何周目かはわからんが、今回はあまり目に留まるものがないな。風化自体は結構ポコポコ出てくれてますが、鑑定結果の方は渋いですね。この企画、強力と言えるものが出てないのが悩み。もうすぐ20回いっちゃいますよ。動画化してないところでもちょこちょこ鑑定してたからね。改めて 4G の沼深さを思い知るよ。鑑定のハードル自体も上がってる気するけどな。投稿始めてから色々考えも変わってるし。確かにモンス攻略の知識も増えて、更新余地はどんどん減ってますね。で、これが最後の鑑定結果ですが、こちらもって感じでした。久々でポロッと出ないかと期待してたが、甘かったか。しゃあない、ここから再出発と行こう。神尾もまた逃げないさ。ですね。では武器掘りに参りますか。はい、ここからは自爆マラソンによる武器掘りのコーナー。これも久々だな。前回はこのコーナーなかったですよね確か。本当に久しぶりにやります。エリア1お宝青さんのクエを用意しまして、封じられし武器を直接採掘して入手していきますよ。お宝エリアからの武器出現率は 7%。実はソロだと最高クラスの効率になる方法だぞ。まずはバサルアシュラージャンから、今んとこ体験の本命はこれかな。我々のお気に入り美女の一角、ムントが惚れます。暖色系以外のムントを望んでおりますよ。実は裏で風流剣用のクエも探索してるんですけど、なかなかお目当てのが出てくれません。武器とエリアだけ合ってればいいんだけどね。特定の構成を狙うと例外なくこうなるよな。この作業はお守り掘りより少し楽しさは落ちるんだが、当たった時の利益は爆裂に大きいね。多少のスキル差は武器性能で簡単に覆せます。スキルで睡眠属性をつけたりはできませんからね。
かつては野良で好みの色を見かけることができましたが、今ではできなくなってしまいました。あれ密かに楽しみだったんだよな。人が担いでるの見るとモチベ上がるしね。では自爆を開始していこう。うまいことジャンタルに突っ込んでいく。実は貴重品であるシャンタルくん。彼も発掘には欠かせない品ですね。ささっと自爆して鑑定。今やってるのはリア原子単品のクエストです。ルテミスも早く当たり性能を引きたいな。チャークの当たりは本当に久しく見ていない。最初はエイムの外れと、899は飽きませんな。総中魂の発掘もまた修羅オブ修羅。ベダンの壁と虫 50% を超えないといけません。お、今度はルテミスが来ましたね。氷の榴弾で白長、ちょっとだけ惜しい。ああいいね。これは見た目だけ確認しとこうかな。もちろんセーブしないけど。ぶっちゃけ氷の発掘チャークは個人的に怪しい。火力だけならクーネの壁があまりにも厚い。発掘なら取り回しの良さで対抗するしかないです。そうなると状態以上が有利かなと思います。でも発掘はこの見た目も強いんですよね。ピンクルテミスも素敵です。担いでるだけで楽しそうってのはあるよな。結果火力の向上につながる。よし、じゃあどんどん掘っていこう。目の止まる武器を見せてくれ。今回はディアクエで用武器が出ました。これはチャークコンで何かが起きるのか。おっと、レア銃のチャークです。これは。こっちは惜しくは別にないかな。雷のゴールならジョーにモテそうだけど。見た目は赤で最高クラスにかっこいい。赤い雷はルーツを想起させるね。そう考えると雷属性っていろんな色と相性いいですね。赤、青、緑、黄色、全部合ってますよ。まあ、これは性能足りないからスルーなんですが、スロット3は期待させてくれますね。攻撃力は最高倍率欲しいな。1116だと他が完璧じゃないとモテん。なんというか、やっぱり 4G の生産って強いんだなと思うわ。発掘のハードルがどの武器でも高すぎ。最高倍率じゃないと明確に上回ると言いづらいですね。中にはそれでも怪しい武器種もありますけど。最近、ガイア上位のイベ武器を企画で作ってましたが、当時は本当に発掘一強でした。適当なレア5がレア7生産を上回ってるってね。そりゃ批判も食らうわけだわな。さて、そろそろ終わりが近づいてきた。今回レア銃は3本くらい出たかな。当たりと言えるものは残念ながらありませんでしたが、久しぶりにルテミスのグラフィックが見れて満足です。さてと、じゃあ狩猟パートに行きますかね。久々のギルクエです。よーし、気合い入れていくぞ。今回は我々的には珍しい相手だしね。おっしゃ、狩りの時間だ。136も2ヶ月ぶりくらいかな。極限モンスターも同様です。一応、村の極限レギオスはやってますけど。装備は高級耳栓入りのチャークにしてみます。何が最適かは正直まだわからないです。上出はほぼ打たない相手だからクーネは持たない。スキルがきつすぎてそもそも組みづらいけど。という前振りを少ししたところで、今回挑んでいくクエストはこちら。ようやく着手できます。こちらの欄上でございます。入手して半年以上経ってしまいましたが、こちらは視聴者さんのサンデンさんからいただいたもの、1月の交換企画で受け取っていましたね。現状我々が持つ唯一のツタランにして上クエだ。ラインナップ的にはかなり貴重なクエストと言える。我々は昔からラークエ派でね、136以上の上なんてマジで数年ぶりにやるわ。ラージョーは複数頭にできる範囲で報酬面トップタイ、武器種も互いに補完するような立ち位置になってます。で、今回お供になるのはランポスくんなんですが、この子の処理に少し頭を悩ませております。体験であれば楽勝ではめられるんだけど、肝心のジョーに体験だとまだ安定しないのよね。ジョーを考えると今回チャークを持ちたいクエだが、そうなるとランポのハメが難しくなるわ。ランポのツタハメは一定間隔で大ダメージを取る必要があり、これが体験と相性良すぎるんですよね。チャークコンだと微妙に噛み合ってなくて、まだ安定させられていません。今のところはチャークでごまかす方向で言ってる。睡眠とスタンはある程度相性いいからね。体験だとランポに交流石を使うことはないんだが、他の武器では解除必須かな。恐竜化ランポは肉質マイナス18とかなり高下します。胴体が弱徳から外れちゃいますよ。はめてないと頭にだけ当てるのは難しいので、解除しないとだいぶロスになっちゃいます。ならどの武器でも楽勝なんだけどね。状態以上あるだけでフルボッコだから。ソロで体験以外で回してる人いたら教えてほしいよ。育成段階では全然安定しなかったわ。ドスラン君、参考動画も全然ないんですよね。体験は自分で解決できるし。まあ、あったとして見る人は少なそうですけども、いかにはめるかになりますし。クエストもツタ上スタート前提になるしが、環境揃えるコストが見合ってなさすぎる。それにしても今回は初動無駄ってるな。はめ状態の放出チャンススルーしちゃってたね。解除を取り切れなかったのも痛いですね。石の時間が上に響くことはあまりないんですが。結局、恐竜化でハメじゃない時にスタン入っちゃいました。
これはかなりロスになりますね。恐竜とは早すぎて結構運ゲーがすごくてね、噛み合わないとこういうこともざらに起きるぞ。かといってこの武器以外に選択肢ないし、自分なりの解放を見つけないとわかんね。もちろん、しんどいってほどではないんですけどね。言うても乱歩だから、ツタさえあれば狩猟は容易です。先行を持ち込んでるあたり試行錯誤感が出てます。これもどこで使うか判断しかねてますが。アンポって先行中よく動いたよね確か。あらぬ方向に動かれるとかえってロスが広がりそうだ。石2個使ってようやく解除か。これを早く決めたかったな。下りすぎるとこのエリアから逃げちゃいます。移動先でジョーさんと合流したら最悪ですよ。さ、ようやくツタハメ状態にスタンが重なりました。これをもっと早く決めたかった。要練習だなこれは。まだまだ勉強することが多いゲームだぜ。最後は調室を当てて無理やり気味に取った。なんとか逃さずに終われたか。タイムはこの時点で3分ちょい経っていました。下った割には早かったですかね。しっかり瓶を回収してジョーに向かいます。進撃が回復してませんが。ジョーに影響出ちゃったな。割り切っていこう。ちなみにこのクエの構成はツタ系かは、乱歩入りとしては理想的だ。ツタが絡むとどうしてもね、狙いに行くのは至難。ではいよいよジョーさん参りますか。本当に久しぶりです。このテイク、136になってから一発目だ。一応予習はしてるけど、その場その場での対応になる。極限状態で狙うべきは足だ。弱得は効かないけど、他を殴れないから仕方ない。肉質は43、怒り値は35通ります。数値としては悪くないですかね。逆に弱点を含む高い部位はほぼ効果。打点が低い武器が適しています。体験が最適解になりづらい珍しい相手だ。間口が広いと言い換えることができる。最速を狙うなら総中根になるだろうけど、我々的には無理なくチャークを担げるから楽しいね。ご覧の通りで爆速で解除が可能。これがおもろいですよね。ジョーの解除値はラージャンに次いで低いです。攻撃機会も多いし、解除はかなりしやすい方。それにどの状態でも理不尽な攻撃が少ない。どの武器でも平等にチャンスがあると思うね。体力がめっちゃ多くて弱点が高いのが難点だが、ギルクエでは一定の人気があるのも頷ける。スラークライトを狙うならなおさらです。報酬が高い組はなぜか大体チャークヘビーなので。今回やってみていいモンスだなとしみじみ思いました。これを前にすると、ラーって理不尽なんだなって。やっぱ極限状態での振る舞いって大事だね。なんか大事なものを忘れてた気がするよ。で、基本的な立ち回りだが、足を殴りつつ、カウンターで弱点を狙う感じかな。通常値は一応頭が最大弱点ですが、無理して狙わなくていいと思います。適当に触ればすぐに怒ってくるので、そしたら足踏みの隙に胸を殴ります。G 級は頭の振り上げをキャンセルして足踏みしてくる。耐震があればこれを丸々攻撃チャンスに変えられるぞ。チャークは振動ガードからの根出力が厚い。ひるみには2発かかるから 50% はお祈りになるが。チャーク以外も高耳と耐震さえあれば、反撃できるチャンスはかなり多いです。相手のターンばかりにならないのは非常にいいですね。ランクが上がってかえってやりやすくなってます。動画だけでもいくつかミルクへ育ててきたけど、136初見で明らかに安定してるね。見返すと良くない行動もそりゃ多いけど、どうしていいかわからない感はないな。特にシンオウガやらディアブロスやら、あの辺とは運命の差ですね。注意すべき行動はやはりタックルですかね。後室の後隙をよく狩られます。フレーム回避自体はしやすい攻撃だけど、攻撃範囲が広くて判定が終わり際まで残るからね。挑戦はこれを常に警戒するのが肝かな。不可避のタイミングもそれなりにあるけど。怒り時に胸を狙う根室。あれ以外ではなるべく食らいたくないですね。でもさすがになんというか、まだ攻め方が下手ですね。転倒するタイミングとかはどうしてもね、どのくらい攻撃すればいいかもわからんし。だが解除1回目の感触はそれなりに良好。ここからどんどん順応していこうぜ。改めてやっぱ極限って解除時間短いっすね。久しぶりにやるとなおさらそう感じます。あ、そういえば落とし穴を持ってきたんでした。これも使っておきましょうか。疲労に合わせたかったんだが、睡眠が先に入ってしまったか。起きた時にかかる位置ってこの辺かな。経験の浅さが出てるぜ。寝起きドッキリもやりたいので被らせたくないですね。アイテムは最大化させたい。ではまずは根室から入ります。怒りを問わず大ダメージが狙えますね。ちゃんと弱点を晒してくれるのもいいね。なんかジョーのこと褒めてばっかりだな。と思ったんだけどどっか行っちゃった。寝起きで奉公すると思ったんだが。フィールドの死骸を食べに行ってしまいました。プレイヤーの発見より優先するとは。これで疲労が解けて怒ってしまいました。ままならないもんすね。極限が被らないだけまだ良かったかな。落とし穴も噛み合い次第のアイテムになりそうだね。まあ、これはこれで有効活用するさ。腹を狙う場合は外すことがないのが大きい。
落とし穴だと頭の動きは上下方向に固定できますけど、動くことには変わりないですしね。ジョーの罠はマルチプレーだと重宝してましたね。弱点を集中攻撃できる機会は意外に限られてます。怒りだと武器の射程次第になるからね。麻痺なんかも重なれば最高だ。よーし、ここまででも結構削れたはず。このまま最後まで気を抜かずにやるぞ。一応、罠は極限解除の時間を食う点には注意。もたもたしてるとただのロス行動になりかねません。さっき解除したと思ったらもう最強ですよ。改めてこのシステムやばいっすね。これを数千回やってるわけだからね。4G 廃人って本当にやばい生き物だな。さすがに3回目ともなると解除に時間がかかるようになる。ここでぐなっちゃうと辛い戦いになるね。この戦闘、ここまで極限を移す時間がほぼなかったですが、2回目まではすぐに解除できてたからなんですよね。それで言うと勝負は3回目からかなと思います。適当な硬質物破ではちょっと厳しい。進撃がないと足にだけ攻撃を当てるのも意外にむずい。チャークは高い部位に座れやすいのよね。解除が楽なのはいいんだけど、その分極限戦の経験値が溜まりづらいのか。ただ、石を完全に切らすのはやらかしすぎですね。序盤がうまくいったので舐めすぎました。ここは冷静に石の回復を待ちます。ブレス系の攻撃だけは食らわないよう注意。怒り時の盆踊りは8割くらい持ってかれるぞ。竜やられもあるから、武器によってはかなり厄介。踊ってる時の足を見て方向を見定めるんだが、極限だと高速化して見逃したりする。とっさの行動に対処が間に合わない、経験不足が響きます。さあ、ようやく攻撃が回復しました。そろそろちゃんと反撃しましょう。防戦に回ると普通に負けうるなこいつも。腐っても極限、油断は禁物か。対極限も基本の立ち回りは変わらない。足にはため未練か、反撃根質を当てていこう。足踏みはガードする位置に注意。右足に近すぎると踏まれてぶっ飛びます。よし、無事にクリアできましたね。136テイク1クリアはかなり上々。いいモンスターだったなこいつ。テオよりよっぽど癒し枠なんじゃね。まだ対極限やアイテム回しで改善余地はたくさんあるが、ベースはすごくやりやすかった。純粋に戦ってて面白いのが素晴らしい。さすが長年出演してるだけありますね。さあ、ということでお目当ての報酬いきますか。このクエテはクイーンブラスターが対応。もう片方はボルボバレットだ。一応欲しくはある。と思ったがこっちはダメだな。レア8が1個は渋沢栄一。栄一のご利益は受けられず、発掘の闇深さを実感します。以上乱城攻略でございました。総合して素晴らしい体験でしたね。我々のクエラインナップ的にもバッチリ合うな。作成者のサンデンさんに改めて最大限の感謝を。ここからまたこのシリーズも再開するよ。心機一転の気持ちで頑張ろうと思う。だいぶ長いことサボっちゃいましたからね。頑張って取り戻して参りましょう。すぐ元通りの投稿頻度に戻せるかはまだ不明ですが、改めてよろしくお願いします。ほいじゃ、次の動画で。またね。